僕の足元にはワウはないです。ないですよ。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲストギタリスト草刈浩二さん。どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日何かというとですね、草刈さん。はい。何でしたっけ？ディメンションシフター。素晴らしい。もうそちらにあるので、ぜひぜひ。以前僕の動画でもやったんですけれども、クラウドファンディングでね、販売されたんですけど、なんと今回一般販売ということで、ついにここまで来ましたね。カシオさん。これ何かというとですね、ここにストラップについてるトランスミッター、そして足元にあるレシーバーですね。これを Bluetooth で接続してやれるという、じゃあ今日こちらやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。何ができるかというと、ストラップのこの動かすアクションで、エクスプレッションペダル、足元でね、こうペダル操作するのありますよね。はい、あれをここでできたり、あとはフットスイッチ。こういうフットスイッチでオンオフしますと。これをストラップをこう動かすアクションでできちゃう。ということは、はい、ライブとかで、ギターソロとかで前に出るんですけど、その切り替えをローディーさんとかに頼んでたりするんですよ。そうですよね。それがなんと自分で、しかもこのパフォーマンスになるっていう。パフォーマンスできて、ローディーさんに迷惑かけない。これ早速デモ演奏的ななんか、今どんな設定に？今はですね、ピッチシフターをかけてます。HX ストンプにエクスプレッションがつながっているという感じですね。そうなんです。すごい。座っても結構余裕でできてますね。座ってもできますね。座ってもできるし、立って。かっこいい。足ではできない動きもできる。それどういう意味ですか？足だとここまで速くとかできないような気がして。ちなみにここでですね、くるくる回すことによって硬さというか引っ張る力をどれくらいかけた時にこう、これすごいよく考えられてて、回すだけで調整できるんで。どっしりしたプレーもできるし、さっきみたいになんか緩めてふにゃふにゃーってできるし、なんかワウなんかも良さそう。ちょっとワウ行ってみます？今 HX ストンプのパッチがワウに切り替わったわけですけども、どうなんだ？なるほどね。素晴らしい。これぶっちゃけ思ったんですけども、やりづらさとかないですか？やりづらさはね、思ったよりない。そうですか。ボディを固定するテクニックじゃないけど、ここに固定すると全然ストレスないかな。表に出る時とか特にワウは諦めるんですよ。これだとできるな。できるな。じゃあ僕の方からこのディメンションシフターのレシーバーにここにいろいろボタンとかつまみがあるので、これについて簡単に説明したいなと思います。まず一番上はですね、ミニマムボリュームになっていて、引っ張った時はマックスまで行くんだけど、引っ張らなかった時にどれくらいをミニマム値に設定するのかっていうのが設定できるようになってます。で、スイッチが4つ並んでるんですけども、一番上にですね、TRS と書いてるところがあるんですけども、ここが3択になっていて、これがね、すごいんですよ。一番左の1はボスに対応。2番目はズーム社に対応。なるほど。で3番目が LINE6 に対応という形で、これねメーカーによって違うんですよね。全部に対応してるんですよ。その次がですね、ペダルとスイッチの切り替え。ペダルにしてるとペダルアクションですね。ワウとかピッチシフターみたいな。スイッチっていうのはじゃあこの後やってみましょうか。パンと切り替えられる。そうですそうです。3つ目のスイッチがモーメンタリーとラッチの切り替えで、モーメンタリーっていうのはその一瞬だけこの信号を送るのがモーメンタリーで、ラッチっていうのは1回踏むとオン
もう一回踏むとオフっていうこう行ったり来たりする。一番下のスイッチがノーマルとインバート。これここのボタンでもできるんですけれども、曲線をこのかかとつま先とかをどっちにするかをこう逆にすることができるスイッチになってます。あとここにフットスイッチもついていて、これもね面白いんですけども、踏むとその瞬間にホールドされて、その時のアクションで一回止められるんですよ。これもね、ハンドメもできる。そうそう、ハンドメできる。ハンドメできますできますできますっていう感じになってます。じゃあさっき触れたこの上から2つ目のスイッチモードで、ディレイかな、ちょっとオンオフしてみましょうか。はい。じゃあ今オフの状態なので、これをアクションでオンオフできる。カチャ。おおー、消えた素晴らしい。あ、これはいいな。おー、 U2 もここまで切れませんよ。で今これディレイでやってもらってますけど、はい、当然ねマルチエフェクターどんなエフェクトでもオンオフをラッチ信号を受けてやるってことができるので、まあ、ディレイだけじゃなくてソロ用のブーストをしたりだとか、ドライブゲインアップするブースターを追加してもいいし、まあ、何でももうこれ最高ですね。これこそギターソロの時に、はい、ってやって戻ってくる。そうなんですよね。この後ねこれ細かく説明するんですけども、実は2系統までコントロールできて、カチャってやったら1個目のエフェクターがオンオフするし、長めのガッチャってやったら2個目が切り替わるとかもできるんですよ。こんな便利なことがあっていいんでしょうか。これ後でちゃんと説明しますね。で今日一つねお持ちしたものがありまして、ライムトーンベースっていう、これライムトーンオーディオで出してるラッチ信号を受けてループをオンオフする機器があるんですけども、草刈さんのエフェクターをループに入れちゃって、その2ループをここからコンパクトのオンオフもできるんですよ。最高。じゃあやってみません？やりたいです。やりましょうやりましょう。はい、つながりました。ライムトーンベースの上にターボディストーション、そしてコーラス。いいですね。つながっていて、今そのディメンションシフターからステレオの TRS ケーブルでライムトーンベースにつながってます。はい、これでさっき言ったカチャってやるとループ1がオンオフ。長カチャっていうんですかね。こう長く引っ張って離すとコーラス、このループ2がオンオフになるという。せーの。おお、これターボディストーションオンですね。もう一回やるとオフ。おお、じゃコーラスオンは長カチャ。おお、オンだった。ここでカチャってやると両方オン。こういう感じでできるので。そうなんです。じゃあ立ってということは離れてこのディストーションとコーラスということは、そうですよね。今確かにここに立ってるからなんか凄さあれる感じないけど、離れてニルバーナができるかもしれない。完璧。なるほどなるほど。これはちょっといろんな可能性があるな。コンパクトエフェクターでも全然自由に楽しい。こうやってリモートコントロールできちゃうという。僕は本当コンパクト大好きなんですよ、コンパクト派の人もすごい楽しめると思う。このディメンションシフター、これまでのクラファン版からどこが進化したかっていうのをちょっと僕の方から説明させていただきたいなと思います。こちらにクラファン版があるんですけども、見ての通り小型化しております。素晴らしい。2個ねクラファン版は操作できたんですけれども、今見てもらったように TRS ケーブルで2個操作できるので、僕としてはもうこれが最適解というか、一番いいんじゃないかなと思ったのと、あとねこれびっくり軽いです。これ軽いです。軽いんですよ。すごい。続きましてストラップへの取り付けがなんとワンタッチになりました。前回のははめて、ここにゴムで留めるという手間が2つあったんですけど、なんと今回は開いてワンタッチでカチャッとワンタッチすぎる。これはすごいですね。そしてここにね、実はこれシリコンカバーがついてまして、ここにもあるんですけど、これで大事なギターを傷つけないし、この本体も傷つかない。さらにカシオって書いてるのが前入ってなかったんですよね、クラファン版。このギターとともにもう日本を代表するカシオですから。いやそうですよ。あとはですね Bluetooth の設定が簡略化というか何もしなくていいようになってまして、以前はこうペアリングというのかな、そういう操作が必要だったんですけれども、今回はもう電源つなげばつなが
なります。そしてあとクラファン版からここはまあ機能としては変わってないんですけども、キャリブレーション機能、はい、こちらも搭載しておりまして、こっから始まる、ちょっと広がったとこから始まるとか、一番最大値ここにするとかいう設定が、ミニマム値マックス値の設定を自分で決めれるんですよね。そうなんです。ここを一番下を3秒押すと、キャリブレーション開始状態、ね、開始状態になりますよね。なんかすぐかかられるとちょっと困ったりするシーンもあるんで、ちょっと余裕持ってこの辺でセットします。じゃあここがミニマム値。はい、ミニマム値で最大値を引っ張ってセットするとできる。これだけなかなか気の利いた、動いただけで変化されたら困るから、ちょっと遊びを持たせることも、もう本当車のハンドルと一緒で、そうですね。そして最後に電池の寿命がえらい伸びてまして、こちらに単4電池が2本入ってるんですけども、以前クラファン版6時間だったんですけども20時間になっております。うわー長い。これね多分大変だったと思うんですよ。今さらっと全部言いましたけど、これをこの短期間でアップデートかけてね、この製品版にして全世界に送り出すって、さすが世界のカシオですね。ですよね。夢がある、本当に。じゃあ最後にですね、皆様がよく使っておられるであろう BOSS GT1 で使う方法を具体的に説明したいなと思います。今足元にですね繋がっておりまして、こういうのやろうかなと思ってることがですね、カチャッとでドライブをオンオフ、今ねプリアンプだけオンになってるんですけど、ここにねオーバードライブディストーションをね付け足したいと思います。そして長カチャでディレイオンオフ、これの設定方法を皆さんに今からご説明します。まずこのメモリーエディットボタンを押します。そうするとここにねずらーっと出てくるので、この1番のこれを右の方に結構行くとですね、こちらにコントロール2、そしてコントロール3というところがあります。これが今外部のディメンションシフターで切り替える、宛先ですねになります。コントロール2でエンターを押すと、ファンクションどれを対象にするか、オーバードライブディストーションになってますね。ここを例えばこう変えるとディレイとか、リバーブとか何をオンオフにするかっていうところをここで選べるので、オーバードライブディストーションにしておいて、モードはトグルにしておきます。もうこれだけですね。草刈さんカチャッとやっていただくとどうですか？お、変わった。変わりましたね。もうこれでね分かったと思うんですけど、ディレイの設定方法はその隣ですね。コントロール3を同じようにディレイをトグルで設定。もうこれだけです。これ長カチャしてみてもらっていいです？お、なるほどなるほど。オンオフされましたね。これだけでございます。おー、すげえ。踏んでないですよ。すごい。足元なんもないですからね。なんもないです。素晴らしい。そしてやっぱりあれやりたいですね。ワウペダル。ワウはやっぱ最高の魅力ですよね。GT1 でのやり方お伝えしたいと思います。まず先ほどと同じメモリーエディットモードに入りまして、一つ進んだところにここペダルってありますね。このペダルをオフオン、一番右の3番のつまみでオンにします。これね、これがオフだったのがオンになりましたね。ちなみに今このペダルの中身は、ここね変えなくてもいいんですけれども、暗いワウになってますね。で、どこで設定するかというと、だいぶ右の方に行きまして、このアサインですね。A1 というところがあるので、ここに入ります。まず1ページ目の左のアサイン、これオンオフスイッチですね。これをオンにします。そしてソース、これどれの信号を受けてオンオフするかを選ぶんですけども、エクスプレッション2になるんですね。これ外部から入ってくるのがエクスプレッション2という位置づけになるので、エクスプレッション2に設定します。そして一番右のモードをトグルじゃなくてモーメンタリーに設定します。で、エンターで次のページ。カテゴリーってところで、どれをエクスプレッションで操作するかなんですけど、ペダル FX、これを設定します。そしてターゲット、これをですね、ワウペダルポジション、これに設定してください。そして、エンター行くと3ページ目ですね。ここはミニマムワックス0100。これこのままで OK です。レシーバー側の設定ですね。上から2つ目のスイッチになってたのをペダルに変更します。できた！できましたよ、草刈さん。これどうですかね？うわー、すげえ、できたー。僕の足元にはワウはないです。ないですよ、ないですよ。
これすごい、もう歩き回りながらやってくださいよ。歩きですよね。映ってない。はい、というわけでディメンションシフターの紹介でした。ありがとうございました。はい、楽しかったですね。楽しかったです。はい、こちらのディメンションシフター、全国の楽器店さん、そしてカシオさんの EC サイトでも買えるそうなので、概要欄チェックください。そして草刈さんの SNS も載ってますので、合わせてチェックしていただければと思います。今回の動画良かったって方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。本日スペシャルゲスト草刈さんでした。ありがとうございました。